今日は青山のファーマーズマーケットに食材の買い出しに来ました。こんにちは、東京ベジライフです。今日は朝ファーマーズマーケットに行ってきて、で結構珍しいものだったりとか、旬の野菜をたくさん買ってきたので、これらを使っておもてなし料理を作っていきたいと思います。でまずお料理に使うハーブとかを、ベランダの菜園から収穫したいと思います。What I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me. 詰め放題でゲットした3種類のじゃがいも、人参、ちょっと珍しいパースニップはそれぞれ違ったテイストのローストにしていきます。じゃがいもは適当な大きさに切り、オリーブオイル、塩、ローズマリー、スライスしたニンニクを加えてよくマッサージしたら220度のオーブンで25分ほどじゃがいもがこんがりして柔らかくなるまでローストします。人参は乱切りに、パースニップは厚めのスティック状に切ります。無水調理鍋を熱したらココナッツオイルを入れ、人参を焼き付けます。塩をしてシナモンスティック1本を砕いて入れ、クミン少々を加えたら蓋をして湯気が出たら弱火で15分ほどローストします。パースニップも同様に無水調理鍋を熱したらオリーブオイルを入れ焼き付けます。塩をしてタイムとスライスしたレモンを入れ、蓋をして湯気が出たら弱火で15分ローストします。無水調理鍋がない場合はオーブンでじゃがいもと同様にローストするか、魚焼きグリルでもローストすることができます。オーブンでローストするとカリッと仕上がり、無水調理鍋でローストすると柔らかく、よりハーブの風味が染み込んで仕上がります。野菜ローストを3種類用意するのは手間がかかりますが、それぞれ食材に合わせて風味を変えているので、これはと思ってもらえるワウ度の高いお料理になると思います。これから夏にかけて旬のピークを迎えるズッキーニは2色ゲットしました。こちらはニュージーランドスピナッチ。初めて見たのでつい買ってしまいました。これらを使ってパスタを作っていきます。ズッキーニはパスタ状にスパイラライザーでカットしていきます。スパイラライザーがない場合はスパゲティなど普通のパスタを用意し、ズッキーニは千切りにして使いましょう。パスタソースは以前の動画でご紹介したカシューナッツのグリーンソース、カシューナッツ1カップを一晩浸水させたもの、水切りした木綿豆腐小パック、酒粕大さじ1、ニンニク1かけ、白味噌小さじ半、ほうれん草1カップ、バジル少々、レモン汁少々をブレンダーで合わせたものになります。フライパンにオリーブオイルを熱したらズッキーニを塩でさっと炒めます。カシューグリーンソースをたっぷりかけズッキーニに絡めます。お皿に盛り付けニュージーランドスピナッチをトッピングしたら、塩少々、オリーブオイル、レモン汁をかけて出来上がりです。ズッキーニをパスタにし、珍しいニュージーランドスピナッチを大胆に盛り付けることでカラフルでみんなの注目を集めるテーブルのセンターピース的なお料理になります。ケールの花、サラダ用ケール、長野県産の立派な白しめじを使ってボリューミーなサラダを作ります。サラダ用ケールは葉の部分は一口大に切り水切りし、茎の部分は細切りにします。ケールの花は4センチ幅くらいに切り、
白しめじはほぐします。サラダに加えるグレープフルーツは包丁で皮を剥き、果肉を切り出します。フライパンにオリーブオイルを熱したら、ケールの茎と白しめじを入れ、塩少々を加えます。油が馴染んだらケールの花を加え、蓋をしてケールの茎に火が通るまで蒸し焼きにします。ドレッシングは少し苦みのあるケールを食べやすくしてくれるバルサミコ酢のドレッシングを作っていきます。バルサミコ酢大さじ2、粒マスタード小さじ1、塩少々、メープルシロップ少々を合わせ、オリーブオイルを加えながらよく混ぜ合わせます。ケールの葉にグレープフルーツを加え、ソテーしたケールとしめじをトッピングしたら、バルサミコドレッシングをかけます。ケールはしっかりとしたお野菜なので、会話が盛り上がって時間が少し経ってもしなっとせずに美味しくいただけ、おもてなしサラダにおすすめです。これも少し珍しいカリフローレをローストに使わず余った人参、じゃがいもと合わせ、インドの炊き込みご飯ビリヤニを作っていきます。まずはスパイスの調合から。市販のカレー粉を使ってもいいのですが、実は本場インドにはカレー粉というものはありません。それぞれのお料理によってスパイスの調合を変え、調合したものはカレー粉ではなくマサラと言います。今回のビリヤニマサラは日本のスーパーのスパイスコーナーで手に入るスパイスを使って作っていきます。ベイリーフ小1枚、フェンネルシード大さじ1、スターアニス1個、カルダモン6個、ブラックペッパーホール大さじ2分の1、シナモン約8センチ1本、クローブ大さじ2分の1、ナツメグ小さじ4分の1、コリアンダーパウダー大さじ2を合わせ、ミルサーで粉末にします。たくさんできるので余ったマサラは冷蔵庫または冷凍庫で保存しましょう。ビリヤニのお米はインドのお米バスマティライスを使います。バスマティライスは見た目は一見タイのジャズミン米に似ていますが、タイ米よりも長くジャズミン米のように強い特徴的な香りはありません。タイ米で代用しても大丈夫ですが、ぜひインド食材店を探して足を運んでみてください。バスマティライスが買えるだけではなく、日本にいながらインドの雰囲気が少し味わえると思います。バスマティライス1と2分の1カップはよく洗い、10分以上浸水させておきます。じゃがいも、人参、カリフローレは小さな一口大に大きさを揃えて切ります。パクチー、ミントはざく切りにします。トマト小1個と玉ねぎ大半分もざく切りにします。お鍋に米油またはオリーブオイルを熱したら、ニンニク1かけと同量の生姜をすりおろし入れます。玉ねぎを入れ、塩少々加えたら、玉ねぎがしんなりとするまで炒め、人参を加え、油が馴染んだらビリヤニマサラ小さじ1と2分の1を加え、よく混ぜ合わせます。トマトを加え炒めながら、ここでトマトの水分でそこについているスパイスを溶かし、全体的になじませましょう。一旦火を止め、豆乳ヨーグルト大さじ2、その他の野菜、ハーブを加え、よく混ぜ合わせ、塩麹小さじ2、ターメリック少々、カーエンペッパー少々を加えます。市販のカレー粉を使う場合や辛いのが苦手な場合は、カイエンはスキップして大丈夫です。混ぜ合わせたら浸水させておいたバスマティライスを野菜を覆うようにして入れ、お水2と2分の1カップを鍋肌から入れます。蓋をして強めの中火にかけ、湯気が出てきたら弱火にし、10分炊き、10分蒸らせば完成です。具とご飯を混ぜ合わせてもいいですが、綺麗なレイヤーを見せるように盛り付けてもいいですね。これでファーマーズマーケットで見つけた新鮮、旬な食材を使ったおもてなしディナーの完成です。こんな感じで今日は4品作りました。最近引っ越してで新しい新居での豆腐がいろんな人に、家に来てもらってお食事をご馳走するっていうのが豊富になってて、でやっぱりいろんな人が来てくれると、頻繁に来てくれるんで家をきれいにしておかなきゃっていうお掃除をするモチベーションにもなりますし、
やっぱりみんなでこう外で食事しようっていうことになると、私がビーガンということでそれなりにやっぱり気を使わせちゃうっていうところがありますし、私も食べられるものが結構少なくてちょっとなんていうんですかね、フルフルに楽しめないっていうところがあって、で最近はいろんな人、お友達とか知り合いとか家にこう招待して、でビーガン料理を振る舞うってことをしてます。でビーガン料理って、興味あるけど食べたことないっていう方も結構多くて、で多分お世辞もちょっと入ってるかもしれないですけど喜んでもらえてるので、いろいろおもてなし料理とかも今後もうちょっとご紹介していければなと思います。前回の自己紹介のビデオ結構長かったんですけど、たくさんの方に見ていただいて、たくさん素敵なコメントもいただいて本当にありがとうございます。For the last self-intro video, it was quite long and I know everything was in Japanese, so for those of you who were just reading the subtitle, it must have been very painful, but I think a lot of people watched till the end, so thank you so much. Thank you very much. インスタの方では毎日食べたものだったりとか、その日にやっていることとかをちょこちょこアップしているので、そちらもぜひ覗いてみていただければと思います。それでは See you next time!